今日は抹茶を美味しく立てるにはどうすればいいのかを考えていきます。で、以前抹茶をですね、ミルクフローサーで立てたことがあるんですけども、すごく泡立ちが良かったんですよ。なので泡立ちが良かったから美味しいんかなと思って飲んでみたら、これがね、全然美味しくないわけですよ。茶筅であっさり立てた方がある程度ね、お茶の味が残るというか、泡々になりすぎるとなんかそのお茶の味が散漫になってしまうというか、なんかね、いまいち美味しいって感じられなかったんですね。じゃあ茶筅で抹茶を立てるときにどれくらい泡を立てればねいいのかっていうのを今日は研究してみます。で、しっかり立てて本当にきめ細かにわーっとふわっと立てるのと、できるだけ最短距離でダマにならないのが、ほとんどダマにならなくてさらっとなるんですけども、しっかり立てる前の段階で一体どっちが美味しいのか、これをねやってみます。で、まず用意するのは2つの茶碗ですよね。両方ともですね、お茶碗をまずは温めます。で、茶筅でね、あらかじめちょっと濡らしておいて、この毛先が折れないようにします。で、お湯ですね。で、ちょっと拭きますね。では抹茶を入れます。わずかの抹茶ですね。ちょっとしけってるのかな、ちょっとダマになってますね。でもね、ダマになってても大丈夫です。なぜならこう水を入れるからですね。で、あらかじめね、ダマをなくすように溶いておきます。で、こっちも一緒ですね。ここはね、しっかりとダマをなくすまできれいにね、念入りに溶きます。はい、じゃあいいでしょう。お湯を入れて、で、お湯を入れます。はい。で、まずはね、しっかりと立てます。なんかイメージでは全体をムラなく攪拌するというイメージですかね。底の方から上までしっかりと同じぐらいですね、混ぜるという感じです。で、だんだんね、全体が混ざってきたらゆっくり動かして、できるだけ均一にするようにちょっとイメージしてます。で、最終的に上の方をしっかりときれいに滑らかにしてから、じゃあ全体をしっ
かりと攪拌して仕上げます。これがしっかり立てた方ですね。むっちゃ綺麗。じゃあ今度こっちは、今度は最低限の攪拌で仕上げます。でも全体をね、泡で覆い尽くすっていうところまでは一緒ですね。流派によったらほとんど泡が少ないっていうところもありますが、それはね、できるだけしっかりと泡は作るようにイメージしています。で、上の方はね、きれいにしておくっていうのは一緒ですね。イメージとしたら、こっちは中がまだちょっと水っぽくなっているところを残すイメージで、こっちのしっかり立てる方は全体を泡にしているイメージです。さあ、出来上がりました。これ2つこう並べてみましょう。どういう風になってますかね。違い分かりますかね。こっちしっかり立てた方で、こっちはさらっと立てた方ですね。上の見た目は全く変わらないですね。では味わってみましょう。まずはしっかり立っている方です。全体的にもっちりした感じに見えますね。口の中に入ってきた時に半分以上がですね、泡で包まれた感じなんですね。なので、すごく口当たりは良くてですね、苦味とかあまり感じられなくなってます。美味しい。では続いてこちら。できるだけ攪拌時間を短くした方を飲んでみます。こっちは入ってくる上の方が泡が入ってきてるんですけども、下がね、液体になってます。これでも、どっちなんやろな。液体感は、この泡立ちをできるだけ泡立っている時間を短くした方が液体感はあります。ただ、抹茶の濃さが左右される感じだと思うんですよね。で、ちょうどいい濃さだったら、多分これで美味しく感じると思うんですけども、この場合、今回はね、若干お湯が多く、僕にとってはお湯が多く感じますね。なので、お湯の量が多い分、ちょっとね、あっさりしすぎてるというか、水っぽいっていうわけでもないんですけども、水分量が多めの感じですね。もっちりした感じではないので、結構普通の急須で入れたお茶に近いような、後味がします。それはね、苦いとか渋いとかそういうわけじゃないんですけども、全く。じゃあもう一度この、しっかり立てた方ですね。こっちはね、すごくもっちりした泡がそのまま入ってきてる感じなんですよね。多分ね、イメージでは、コーヒーにおけるカフェラテとカプチーノの違いに似てるような気しますね。このしっかり立ってる方はカプチーノのような空気がいっぱい入ってるというかね、もっちりした感じの口当たりで、あっさり立てた方はできるだけなんかスーッと入ってくる水分量が多いカフェラテのようなね、なんかそういう違いですね。抹茶の濃厚感っていうのを感じるんであれば、もっちりした方が僕は美味しいと思います。泡立ちが少ない方が飲み口がさらっとしてます。なのでそっちの方が若干いいっていう抹茶ってあるんかな。どうなんやろな。でもこの前飲んだね、そのミルクフローサで立てるのは、その泡立ちがちょっと極端すぎた感じなんですよね。なので、でも茶筅で手で立てている以上、そこまで泡立ちはないような感じもするな。
やっぱりこの最後までね、上のもっちりした泡の乗ってる感じがやっぱりしっかり立てた方が残ってるんですよね。でこっちはちょっと薄まってきてるというか、なので泡をしっかり立てるというのもそうなんですけども、それを分厚い層にするっていうんじゃなくて、全体をしっかり攪拌させるようにして、分厚い全体の層をもっちりした口当たりにすると抹茶は美味しく感じると思います。なのでしっかり泡立てた方が美味しいですね。今ね、冬で結構寒い時だからもっちりした方が美味しいと感じるかもしれないですけども、もしかしたら夏の冷茶とかの場合は、氷を浮かべる場合ね、もっと薄い方がいいのかもしれないですね。これ一回夏にもう一度暑い時にね、もっちりした方がいいのか、もしくはさっぱりした方がいいのかっていうのは一度やってみようと思います。今の段階で言えば、この今日やった状態で言えばね、できるだけ最初に泡立てる時間を長くして、全体をしっかりとふわっと揚げた状態で全体を細かくした方が抹茶は美味しく感じます。はい、いかがでしたでしょうか。やればやるほどね、自分のその好みっていうのが細かく分かってきて、それをまた実現する技術というか知識というか経験も増えていくっていうのが、このお茶を入れる、もしくはこのお茶を立てることに対するね、楽しみだと思うんですよ。なのでぜひね、これ見て、あ、そうなんだ、じゃあしっかり立てようっていうのじゃなくてね、自分でも一回確かめてみようと思っていろいろやってみると、これまたお茶面白いんですよね。そう本当に思います。なのでぜひですね、皆さんも試してください。はい、まだねチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、ぜひともですねチャンネル登録をしていただきまして、もしねこの動画良かったな、参考になったなっていう方いらっしゃいましたら、高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。それではまた。